地球の皆さんこんにちは。自分の中の天使と悪魔が戦っているという表現の代わりに、自分の中の銀河とルギエルが戦っているという表現を使うことを決意した月くんです。今日はウルトラ戦士名鑑ウルトラマン銀河ということで、作品としてではなくてウルトラマンとしてのウルトラマン銀河の経歴や活躍について解説していく動画です。ニュージェネレーションヒーローズの初代ともいえるウルトラマンですので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録をしてくれたらスパークドールズをプレゼントします。まずウルトラマン銀河の基本的な設定などを解説していきます。ウルトラマン銀河は未来から来たウルトラマンということは分かっていますが、出身地は不明で、どこの宇宙出身かすらも不明です。活動時間は3分です。ウルトラマン銀河のラスボスであるダーク・ルギエルというキャラがいるんですが、後で少し掘り下げますが、銀河とルギエルはなんともともと一つの存在でした。銀河の体の配色を見ると、クリスタルの部分以外は赤と銀の2色で、M78 星雲光の国のシルバー族っぽい見た目はしているんですけど、性格がシャイなのか出身は明かされていません。ウルトラマン太郎も銀河を初めて見た時に、なんだあのウルトラマンはみたいなことを言っていたので、誰も存在を知らなかったウルトラマンです。しかもウルトラマン太郎に、君は何者なんだみたいな質問されているのに、古無視するぐらい無口な性格ですので、かなり謎が深いミステリアスなウルトラマンです。戦闘力は相当高くて、かなり強い部類のウルトラマンです。必殺技はたくさんあるんですけど、主な決め技は銀河クロスシュート。これが一番代表的な技です。銀河はクリスタルの色によって出す必殺技が変わります。どれもすごい綺麗な色で、個人的にこのシステム大好きですね。インスタ映えしそうですよね。強化形態は銀河ストリウム。太郎たちウルトラ6兄弟の力が宿ったストリウムブレスの力でパワーアップした形態です。ウルトラ6兄弟の必殺技が使えます。パワーアップ形態なのにシンプルなのがいいですよね。あと、ウルトラフュージョンブレスというアイテムを使って、ウルトラマンビクトリーとウルトラタッチで融合して、ウルトラマン銀河ビクトリーという戦士になります。融合したのは2人なんですけど、平成ウルトラマンたち10人の力を使えるという謎仕様になっています。カラフルで派手な格好さがあって、戦闘力は当然高くてかなり強いウルトラマンです。必殺技はウルトラフュージョンシュートです。ここからは2021年7月現在までに分かっているウルトラマン銀河のこれまでの活躍を時系列順に紹介していきます。先ほど銀河とルギエルがもともと一つの存在だったとお伝えしました。永遠の命とはという命題に対して銀河は後世に受け継がれていく命のつながりこそが永遠の命という考え方で、たとえ死んだとしても思いとか意志とかは残された人々に受け継がれていくし、それがどんどん受け継がれていくことが永遠の命なんじゃないのっていうことなんだと思うんですけど、対してルギエルはいや、時が止まれば老いることもないし死を恐れる必要もなくなると、争いも憎しみも生まない幸福の中での停止をしておけば辛い思いしなくてよくね的な考え方なんですよ。ルギエルの言うことも分からなくはないんですよね。ルギエルについてはいずれ動画にするとして、僕ら人間の中でもそういう一見矛盾したような考え方とか感情とかが同時に存在することってあるじゃないですか。僕もこの前友達が結婚して心の底からおめでたい、こっちまで嬉しくなるっていう気持ちもあるんですけど、心のどこかでいいなーっていう思いもあったんで、そういうことですよね。違うか。銀河にとってのそういった影の部分がルギエルだということです。そしてルギエルが時間を止めるために過去に来て、それを防ぐために銀河もこっちに来たというわけです。ここからは僕のただの憶測なんで聞き流してもらっても構わないんですけど、未来の世界で銀河が永遠の命について考えさせられるような辛い出来事がきっとあったんでしょうね。大事な人が死んじゃったとかで、その時に心に生まれた影の部分がルギエルで、過去に行って時間を止めれば未来にこんな思いをしなくて済んだんじゃねって思ってルギエルが過去に来たと勝手に妄想しています。あくまで僕の妄想です。妄想タイム終了で話を戻しますと、ルギエルと銀河がこっちへ来たのがウルトラマン銀河の本編が始まる1000年前です。そこでダークスパークウォーズという大事件が起こって、全てのウルトラ戦士と全ての怪獣たちがルギエルの手によってスパークドールズという人形に変えられてしまいます。ツッコミどころ満載ですが今は我慢してください。ダークスパークウォーズについてはいずれ動画にします。その戦いで銀河とルギエルは相打ちみたいな感じになって、それぞれダークスパークと銀河スパークと一体化して宇宙を漂ってウルトラマン銀河の宇宙にある地球のフル星町に降り注ぎます。
この時人形化されたウルトラ怪獣やウルトラ戦士たちも大量に降り注ぎます。ちなみにダークスパークウォーズはあまりにもめちゃくちゃな出来事なので、パラレルの出来事なのではないかという声が数多くあるんですけど、その後のウルトラマンゼロやウルトラマンタラの発言からしてパラレルではなくて静止の出来事であることがほぼほぼ確実です。ここからは無印ウルトラマン銀河の本編で、ダークスパークウォーズから1000年後の2013年に銀河はライドウ・ヒカルという光合成と一体化して様々な敵たちと戦うことになります。ちなみにこの2013年というのはウルトラマン銀河の宇宙の地球の西暦です。ダーク・ルギエルは邪の心を持つ人間を利用してダークスパークでダークライブさせて怪獣にして、そのマイナスエネルギーを蓄えて完全復活を狙っていました。銀河との戦いで消耗していますからね、この時は。ウルトラマン銀河の物語は全てのウルトラ戦士と全てのウルトラ怪獣が人形化されてしまうというとてつもなく規模のでかい設定から来ているんですけど、この時ルギエルに利用されて光や銀河と戦うことになる人間たちは不法投棄業者のおじさんとかバイクで追いかけ回して嫌がらせをしてくるおじさんとか、規模が小さくてダークスパークウォーズとのギャップがえげつないことになっています。でも戦った相手はそうそうたるメンツで、これまでウルトラ戦士が苦戦してきた相手が数多く出てきます。このことからも銀河の戦闘力の高さが伺えますね。まあスパークドールズをライブして出てきた怪獣ですので、オリジナルよりもかなり力は劣っていると思うんですけどね。その辺はウルトラマン銀河の最強怪獣ランキングの時にでも軽く説明したいと思います。そんな感じでスパークドールズのウルトラマン太郎や仲間たちに助けられながらも、ルギエルが送り込んだ刺客たちを倒して、最後のルギエルと銀河の対マンもめちゃくちゃ激しいバトルになった末に月でルギエルを爆殺して銀河が勝利しました。この時ヒカルと銀河は一旦分離してお別れして、ヒカルは旅に出ました。その後地球に取り残されて途方に暮れていたマグマ星人たちを連れ戻すためにウルトラマン銀河は一回地球圏まで来ています。ここからウルトラマン銀河 S に入ります。ダークルギエルとの戦いから2年後の2015年、防衛チームがなかったウルトラマン銀河の宇宙の地球にも防衛チーム UPG ができています。当然ですよね、無印銀河で怪獣やら宇宙人やらが出まくったんですから。そして旅から帰ってきたヒカルと呼応するようにウルトラマン銀河ももう一度地球に帰ってきて再び一体化します。で、このウルトラマン銀河の宇宙の地球独特のビクトリウム鉱石というとてつもないエネルギーを秘めた鉱石がこの時初めて出てきます。このビクトリウム鉱石は基本地底にあって、そのビクトリウム鉱石を守る使命を持ったビクトリアンという地底人がいることもこの時分かります。このビクトリアンに代々伝わってきた力を持つウルトラマンビクトリーというウルトラマンがいたこともこの時発覚します。この宇宙の地球にウルトラマン銀河が来る前にしれーっとウルトラマンがいたということです。無印ウルトラマン銀河の時も助けて欲しかったなという思いは胸にしまい込んでおきます。当然ウルトラマンビクトリーに関してはまた動画にします。このウルトラマンビクトリーに変身するビクトリアンのショーという青年とヒカルは最初は対立するんですけど、次第に協力するようになってビクトリウム鉱石を狙うチブル星人エクセラとそのエクセラが送り込んだ刺客たちとバッチバチにやり合います。エクセラが送り込んだファイブキングというめちゃくちゃ強い怪獣に一度敗北したりいろいろあったんですけど、なんだかんだエクセラに思い通りにさせずに頑張っていたんですが、なんとエクセラがあのダークルギエルの肉体を蘇らせてしまいます。しかもそれだけではなくて、人類がビクトリウム鉱石の力を使って生み出した最悪な兵器ビクトリウムキャノンごと UPG 本部とダークルギエルが融合してビクトルギエルという最悪な怪獣が誕生してしまいます。当然はっちゃめちゃな強さですので銀河もビクトリーもボッコボコにされます。まあ最終的には勝つんですが、その模様はウルトラマン銀河 S をご覧ください。ビクトルギエルとの最終決戦から1年後に上空に突如時空城が現れて、そこから超時空魔人エタルガーというヤバいやつが現れます。見た目と声のギャップに定評があるあのエタルガーです。このエタルガーは全ウルトラ戦士を封印するというヤバすぎるぶっ飛んだ目的があって、口だけじゃなくて実力も確かで、銀河の宇宙に来るまでにティガ、ダイナ、ガイア、コスモス、ネクサス、マックス、メビウスを倒してきています。その次のターゲットに銀河とビクトリーが選ばれて銀河の宇宙にやってきました。単体で時空を超えてきてる時点でヤバいやつですよね。ウルトラマンコスモスの変身者である春の武蔵とウルトラマンゼロと協力して他のウルトラマンたちの解放と打倒エタルガーを目指して戦いました。エタルガーとの戦いの後、ヤプールがグア軍団の復活を企んでいることで
宇宙に不穏な空気が流れていることをいち早く察知したウルトラマンギンガは惑星グアに向かいますが、衛星ゴルゴダでビクトリーキラーに敗北して貼り付けにされてしまいます。それをエースとビクトリーに助けてもらった後、惑星グアでレオ兄弟と合流してヤプールや鳥獣たちやスーパーグランドキングスペクターたちと戦いました。その後グア軍団が復活してモルドスペクターやギナスペクターがウルトラマン X の宇宙で大暴れしている時に、そこに援軍に向かおうとしていたグア軍団をウルトラマンギンが一人でぶっ潰します。強すぎるでしょ。やっぱギンが強いわ。でその後 X とビクトリーと協力してモルドとギナと戦います。一旦 X に送迎してもらってウルトラマンギンガの宇宙に帰るんですけど、しばらく後にエンマ獣ザイゴーグという怪獣が世界中にばらまいた剣でマーガを倒すお手伝いをしに、ウルトラマンギンガは再びウルトラマン X の宇宙に来てアメリカを守りました。その後いろんな宇宙で星々が宝石に変えられてしまうというよくわからない事件が起きます。でその調査にウルトラマンギンガとウルトラマンビクトリーが向かうんですが、宇宙魔女族ムルナウに宝石にされてしまいます。それをジャグラス・ジャグラーに助けてもらってウルトラマンオーブやウルトラセブンらと一緒に戦います。ウルトラギャラクシーニュージェネレーションヒーローズではミナト兄弟にちょっかいを出して撃退された後のウルトラマントレギアと、かつてウルトラ兄弟に倒されて怨念の力で復活したウルトラダークキラーの2人が手を組んでウルトラマンたちの抹殺を企むという激ヤバな事件が起きてしまいます。しかもエタルガーとルギエルを復活させるという全宇宙の危機レベルの大事件に発展します。ウルトラマンギンガは夕日の惑星サンダビンでダークルギエルに襲われていたウルトラマン X とウルトラマン G を救出して光の国へ向かいます。そしてタロンの助言もありつつニュージェネレーションヒーローズのみんなでウルトラダークキラーたちと戦います。その戦いでウルトラマントレギアだけうまいこと逃げていたので、ウルトラマンギンガ含めニュージェネのメンバーでそれを追跡して交戦するんですが、罠にはめられてしまい大ダメージを受けてしまいます。これがウルトラマンタイガの1話です。ここでタイガに自分のエネルギーの一部を授けて、これが後々タイガの助けになります。その後タイガが飛ばされた先の宇宙にグリムドが迫っていたので、ギンガたちはそれを変身能力と引き換えに封印します。ユーキラーザウルスを封印した時のウルトラ兄弟みたいな感じですね。その後タイガに貸していた力を返してもらって変身能力を取り戻して、ニュージェネメンバーのみんなでトレギアやグリムドと戦ったのが劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックスです。はい、いかがだったでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ウルトラ戦士名鑑ウルトラマンギンガでした。いやー、ニュージェネ以降のウルトラマンはポンポン次元を越えて移動するので後半大忙しでしたね、銀が。というか未来から来たのに元の時代に戻らなくていいんですかね。こんな感じで全ウルトラ選手の解説動画ですとかランキング系の動画などどんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で。さよなら。